どうぞいらっしゃいませ。これ 2.8 坪かな。ぎゅうぎゅうですね。どうもありがとうございます。どうもです。はい、どうぞ。350円。どうも。手足僕難病で不自由なんです実は。最悪に3年で寝たきりで店なんか一生立てないって言われたんですけど奇跡だって。肉そばお願いします。はい、肉そばで。どうぞいらっしゃいませ。はい、どうぞ。どうぞ。ダブルの肉そば。卵は温泉で。肉丼ダブル、卵は生。熱いですから気をつけてください。卵は生、温泉。はい、すいません。ちょうどお預かりします。どうぞいらっしゃいませ。ありがとう。どうもです。ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。難点は大盛りやってないんですよ。麺の大盛りおかわりという形で2杯目を割引してまたメニューから選び直す形。でも全部350円。350円です。お肉は少ない形ミニからスタート。普通が食べたいんですよって言ったらプラス50円っていうような形でやってます。はい、勝ちました。どうぞお待たせしました。肉丼ありがとうございます。少々お待ちくださいね。はい、どうぞありがとうございます。そうです。はい、ちょうどお預かりします。天ぷらうどんありがとうございます。卵朝サービスになります。生卵でいたしました。どうもありがとうございます。そうです。ありがとうございます。はい、どうぞありがとうございます。はい、すいません。おはようございます。いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。どうも。はい、どうぞ。どうもありがとうございます。350円。どうもちょうどお預かりします。ごゆっくりどうぞ。どうもありがとうございます。そうです。どうぞいらっしゃいませ。おはようございます。
はいどうぞ、ありがとうございます。はい、500円のお返しです。はいどうぞ。はいどうぞ、ありがとうございます。どうもです。はいどうも、ちょっとお預かりします。結構荒れるって言ってました。卵は生、温泉、どちらに？おそうで、ありがとうございます。おはようございます。いらっしゃいませ。少々お待ちくださいね。今一番挨拶しかなくて大丈夫ですよ。ダブルの肉そば、卵は温泉で。はい、ありがとうございます。はいどうぞ、ありがとうございます。ちょっと失礼します。肉丼ダブル、卵は生、温泉どちらに？食べられたのは、はい、肉そばのダブル、美味しかったです。僕も今日初めて来たんですけど、結構その東京のそばってその味が濃いものが結構多い中で、ここすごいあっさりして朝にもすごい食べやすいなと思って、すごい良かったです。すみません、ありがとうございます。どうぞ、おはようございます。今坪数っていうこれ 2.8 坪かな。車1台入んないですもんね。大晦日とか忙しいから2人入りますけど、ぎゅうぎゅうですね。最初2人で始めたんですけど、蕎麦屋をやろうとか思ってなかったんで、場所を見て商売決めようと思って、そんで相棒の方が住んでたのが椎名町の方なんで見に来て、駅前で何やるっていうじーって考えて、勝ちそば中見たらあまりにも狭いから、ここでできるって話になったら、相棒の方は逆にその時建築の仕事とかそういうのもやってたんで、いやギリギリできるよ、4、5年かなみたいな、ああ回転しないとなーなんて言って、あとは全部業者さんの協力ですね。肉屋さんは肉屋さんでうちの調合で豚肉やってくれてるし、いろんなとこが協力してくれてますよ。どうも、ありがとうございます。どうもです。おめでとう。どうもです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。卵は生、温泉どちらにいたしますか？温泉で、ありがとうございます。ちょっと失礼しますね。端から端まで全部使うようになってるんですよ。温泉卵で600円ですね。はいどうぞ、ちょうどお預かりします。麺のつゆで伸ばして作ってるんで辛くはしてないです。辛くするの七味でやってください。そしたら美味しい、もっと美味しい。はいどうぞ。はい、ありがとうございます。450円ですね。どうもです。あれはちょうど5月いっぱいぐらいで終わっちゃうんで、冷やしの工程がここでやらないとできないんで、うちは。まあ夏も出るんでしょうけどね、カレーは。この中が2、3度高くなっちゃうんですよ、温度が。真夏の体も考えて。冷やしと交代でカレーがなくなって、冷やしが終わると今度また。はい、どうぞ。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。卵は生、温泉どちらに？温泉。はい、どうぞ。それにちょっと肉入れてあげますか。めっちゃうまいです。いいんですか、そんな。僕は大好物。ありがとうございます。
はい。わさびと生姜は生姜で。はい。はい、どうぞお待たせしました。ありがとうございます。温泉。はい、いただきました。そうです。そうです。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。どうもありがとうございます。そうです。どうぞいらっしゃいませ。カレーうどんの肉ダブル。はい、いたしました。温泉どちらにいたしますか。温泉卵で。ありがとうございます。肉ダブルのカレーうどんで。はい、どうぞ。はい、かしました。550円ですね。はい、お疲れ様です。あ、いいですよ。よし。麺もオリジナルでやられてるんですか？そうです。これはイメージラーメンの平麺の半分って感じ。ほら肉と食べますよね。そばの正方形だと絡まないんですよ。だからいろいろ形やってみて。これどうでしょう。うちのうどんなんですけど。給食のソフト麺、それがうちのイメージ。うどん屋がびっくりしてましたから。イメージ給食のソフト麺って言ったら、はぁみたいな。でその型を持ってないじゃないですか。だから型買ってくれて。うちのうどんですけど、これミートソースかけてもうまいと思います。ああ、なるほど。もうは平日ですからね。困った。24時間。さんおそば。そばで。はい、どうぞ。ありがとうございます。700円です。どうもです。どうぞいらっしゃいませ。はい、どうぞうどんです。どうもです。はい、どうぞ冷やし肉うどんです。ありがとうございます。どうもです。はい。おそばで。はい。ネギなしですね。温泉卵で。ありがとうございます。どうぞ。はい、ちょうどお預かりします。力が入んなくなってきちゃった。手足僕難病で不自由なんです実は。震えちゃうんですよね。国の指定難病。日本名わけわかんない。慢性脱髄性多発神経炎。だから僕忙しいと手の力入んなくなっちゃうんですよ。だから18年前に難病って分かった時が最終的慶応病院に2ヶ月入院して、最悪に3年で寝たきりで店なんか一生立てないって言われたんですけど奇跡だってどうぞいらっしゃいませ。何これ？肉そばわかめ温泉卵で。どうぞいらっしゃいませ。600円ですね。ありがとうございます。
はいどうぞ、ありがとうございます。はいどうぞ、ありがとうございます。肉丼ダブルで王様でダブルですね。700円です。ありがとうございます。はい、1200円ありがとうございます。どうもです。注文されたのはダブル肉うどんです。はい。いやー美味しかったです。スープあっさりなんですけど、肉多めでバランスが良かったです。あ、なるほど。はい。雰囲気もいい感じです。レトロな感じで。美味しかったです。ダブルでよろしいですね。どうもありがとうございます。そうです。ありがとうございます。そうです。料理はやってましたけど、立ち食いそばとか全くリサーチしてなくて、通ってたお蕎麦屋さんがあるんですよ。このつゆがいいよなって言って、2人でそこから朝昼晩2週間ずっと通って、帰ったら2人で作って違う教えてくれるわけないじゃん。で自分たちでもうこれだなってこう、ただほら作り方ってほらアルバイトでも何でも教えちゃうと全部バレちゃうんで、今は大手メーカーと研究してもらって、ほらプライベートブランドで何点のバーコード降りたらついてる。卵は温泉でどうぞいらっしゃいませ。肉そばお願いします。はい、ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。はい、一緒で。どうもありがとうございます。生卵でいらっしゃいませ。どうぞ。はい、どうぞありがとうございます。600円ですね。どうもです。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。ミニ肉の2つで1つネギネギで、はい、一つがネギなしで。2つとも温玉でお願いします。はい、かしこまりました。卵は温泉で。手が使えない。どうぞありがとうございます。はい、すいません。1000円から。そばの生卵で。はい、どうぞありがとうございます。550円ですね。どうもです。はい、肉そばでありがとうございます。卵は生、温泉どちらに？生で。はい、どうぞありがとうございます。はい、すみません。どうもです。ありがとうございます。どうもです。はい、どうぞありがとうございます。はい、すみません。どうもです。ありがとうございます。どうもです。おはようございます。いらっしゃいませ。どうぞ。パンチ80キロから100キロです。肉だけで。あ、お味噌とかはもう300キロとか。なるほど。どうぞいらっしゃいませ。おはようございます。お疲れです。お疲れで。はい。はい、どうぞ。はい、500円。ありがとうございます。どうもです。ありがとうございます。持ち帰りで肉うどん。お二人肉うどんで買いました。お蕎麦が2個で。はい、あと肉カレーうどんが1つ。はい。蕎麦が2つ。はい。で、1つ卵なし。はい。で、肉うどんが1つ。肉うどんが1つ。以上です。計6個で。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。
ち帰りも気によるんですけど、50から100ぐらい。昼がほら、女性の銀行員さんとかみんな持って帰って。はい、すみません。ありがとうございます。暑いですから気をつけてくださいね。すみません、お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。どうもです。はい、いらっしゃいました。いらっしゃいませ。どうぞ。肉そばお願いします。はい、肉そばでありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもです。はい、すみません。ちょうどお預かりします。どうぞ、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。1050円。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。失礼します。おはようございます。いらっしゃいませ。どうぞ。肉そば温玉です。どうぞ。はい、どうぞ。お待たせしました。ありがとうございます。600円です。はい、どうもです。どうぞ。おはようございます。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。ありがとうございます。350円ですね。はい。わさびと生姜はどちらにいたしますか？どうもありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。500円のお返しどうぞ。ありがとうございます。今日食べられたのは今日は肉そば。八百屋なんですよ。ネギとキャベツの納品してる。ついでにというか、まあ、そう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 。おすすめとかございます。全部美味しいですよ。これ。どうもありがとうございます。そうです。どうもありがとうございます。そうです。少々お待ちくださいね。すみません。一日のなんか最高客数とかって1600ぐらい。大晦日、大晦日。夜はずっと30人から50人の行列。普通の日はまあワンオペベースで忙しいところとか、あと休憩させるのに入ってあげたり。8時間で3人で割って営業時間って言っても結局この4時間って掃除と仕込みをしてるんで結局24時間。あとは一回夕方にまた私が30分ぐらい休憩させるのに入ってあげて。ただほら業者さんの対応とか結局ここじゃない仕事のがね、経営者に労働基準はないんですいません、卵です。わかめそば、卵は生、温泉どちらに？温泉でお願いしていいですか？女性のお客様はレンゲお使いになりますか？大丈夫です。大丈夫ですか？はいありがとうございます。はい、どうぞお待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、1000円からそば温玉で。はい、肉そば温泉卵で。ありがとうございます。
肉丼ありがとうございます。少々お待ちくださいね。はいどうぞありがとうございます。そうです。今の肉そばの形になったのって最初から最初からです。僕らが食べに行ってたお蕎麦屋さんも肉そば食べに行ってたんで、ただ全然普通のですよ。5切れぐらいしかないです。これ肉入ってたらもっといっぱい入ってたら最高なのになって食ってたんです。だから店でどうせやるならそれをやろう。そしたら原価が合わなかったんです。どうぞいらっしゃいませ。はい。ちょっとお待ちくださいね。はいどうぞ。どうぞ。ダブルです。おはようございます。肉丼ダブル、卵は生。いらっしゃいませ。おはようございます。どうぞいらっしゃいませ。肉そば温泉卵。いなりは1個で、はい。420円お返しです。ありがとうございます。はいどうぞ。今度わかめうどんで2個でよろしいですね。揚げ玉お付けしますか。はい。どうぞ。これやる力がないんで切ってるだけなんです。これは単なる病人の知恵です。それでも皆さんお店に立ち続けるのがすごいですね。立ちたくないですけどね。創業としては何年ぐらいに、28年目かな。家のローンと合わせたらここの借金と7000万ぐらいになったんですよ。要は原価がすごすぎて潰れそうになったので、夜通しバイトしてたんですよ、稼ぎからで寝ないでこっちそば屋やったり、3人休ませるのに1人で24時間やったり、そんなことばっかやってたんで、それ何年も続けたら多分体っておかしくなるじゃないですか。今はもうスタッフ6人ぐらいいるんで、全然僕が病気になってからそういうのダメだなっていうんで料金も改正してある程度立て直して借金返して今は大丈夫ですけど、だから逆にスタッフは、完全2日制プラス月に1回か2回は3連休付き、昭和の根性論はなしと、体を壊すぞ。今年還暦なんですか。今年60ですね。28年もやってるとその時赤ちゃんだった子が結婚して子供とか連れてきてくれると地元の、立ってみるとあっという間ですね。はいどうぞお待たせしました。600円です。どうもです。おはようございます。うどんでありがとうございます。どうもです。香川の伊吹島から煮干しが届いたんですよ。なので今日はその煮干しのテイスティングもやるので昆布入れていきます。低温調理器ですね。
昆布は62度で1時間20分煮出していきます。トレーニングするんですか？週7ですかね。昼も行くんで10回ぐらいですかね。トレーニーですね。そうやっぱ食べるのが仕事なんで、はまあどうしても太ったりとかはい。あるんで、せめて夏くらいは痩せようかなっていう。なんでまた夏終わったら今度は油そばのはい。試作とか、あと肉うどんとか、はい。いろいろ食べるんで、まあ、また太り出すんで、まあ毎年こんな感じです。どのぐらい前からトレーニングされてるんですか7年くらい前ですかね。もう全部決まってて。ご自身で作られるんですか？そうですね、はい、最初にある程度決めといて、で重量と回数を9週間ごとに変化させていくって感じです。うどん屋さんの経験なんか通じるものありますよね？ないですね。何か役に立つとかはどうですか？役に立つことは、でも自分が決めたことをしっかりやるというところですかね。じゃあ結構精神的な部分が通じ取るというか。そうですね、お店やるには体力が必要なんで、まあやっぱやっといた方がいいのかなとは思いますね。いつも麺作りを担当されるんそうでか？ですすね、これ専門で。あ、そうなんですね。はい、他はやってません。作り終わったら帰る形ですね。このお店始める前は何かやられてたんですか？和食のレストランで働いてました。うどん屋さん始めるきっかけは何だったんですか？当時ちょうど讃岐うどん屋さんが流行ってて、うどんっていう映画が流行ってたんで、まあ、ちょっと興味本位で始めたっていう感じです。川崎ですごい有名店になってるじゃないですか。そうですね、ありがたいことに、はい、そこってなんかどういう理由でなられたんだと思います？そうですね、うちもともと全然お客さん入らなくて、であまりに入らなさすぎて半額セールとかやったんですよ。それでも全然入らなくて、しまいにはそのランチタイムにカレーライスとか、あと牛丼とか始めて、もちろんそれでお客さんも入らないで、どうすればお客さん来るかって考えた時に、例えば香川の山奥でもお客さん来るところは来るんですよ。なんでもうシンプルにうどんで日本一を目指して頑張ろうってことでやりました。特徴を出すとかじゃなくて、本当に基本を突き詰めていくっていうところですね。塩水作る時とかも前日にこう塩水を作っておかないと塩が均等に混ざらないので、翌日使う分の塩水は今作ってます。これ作る時にこのにがりを入れて滑らかさとかが変わってくるんで、昔の方がうどん美味しかったっていう人いるんですよ。でその昔の塩っていうのは今の塩と違ってその精製度が低いので、じゃあそのマグネシウムとかそのにがりの成分加えた時に実際実験で歯ごたえとかが良くなるっていうデータあるんで、かといっていい塩を使うとすごい高いんですよ。だったらにがりをちょうどいい感じに入れてやろうっていうことでやってます。あとその水もこの中に入れちゃえばいいんですけど、一応こう細かく穴開けて、少しでも均等に優しく混ざるようにしてます。麺作りで一番大事なのが塩分と水分の割合が大事なんですけど、夏場は塩分を多くして水を減らすんですけど、それをやってるとその粉に対しての水と塩っていうのが、夏と冬で変わってくるんですよ。やっぱり食べ物なので、作業性とかよりも中の温度をなるべく均一にして、できるだけ同じ塩分濃度、同じような水分量でやるっていう風にしてます。僕自分を信用してないんで、もう本当にデータを取りまくってやってます。
だしとか塩分濃度とか濃度とかも全部データ取ってやってます。難しいですか？難しいことはないんですけど、毎日同じ分量でやっててもやっぱり違うんですよ。そこがなんか難しいというか面白いというか、生きてるんだなみたいな。昆布は軟水で取れっていうその和食の定番の話があるんですよ。昆布だしを取って沸騰前に引き上げて、沸騰直前に鰹節を入れる分にはいいんですけど、本来讃岐うどんって煮干しと昆布を一緒に水に入れるんですよ。うちずっともう10年以上やってたんですけど、そうすると実は煮干しが入ることによって水が硬水に傾くんですよ。そうすると昆布の出汁ができらないんです。なんで別々に取ってあげた方が昆布の旨味がしっかり出るっていうのが最近分かったんですよ。分けて取ることによってすごい濃い煮干し出汁とすごい濃い昆布出汁を合わせるっていう風になるんですよ。でそうした方がなんか味のメリハリが出て、どっちの食材がうまく出てないかっていうのがちゃんと分かるんで、調整しやすいですね。これに、返しを合わせて味見していきます。頻繁に変えられるんですか？変わりますね。味を変えられる理由って何かあるんですか？もう全然味が変わっちゃってバランスが取れないっていう感じですね。例えば、僕一番好きなのが煮干しの大きいやつと昆布だけで取る出汁が一番好きなんですよ。それでやってしまうと、例えば昆布が悪い時、煮干しが微妙な時にもう成り立たないんですよ。例えば煮干しがえぐみがあるとか渋いとかだともう使えないんですよ。なのでできるだけ食材の数を増やしてバランスを取っていくって感じです。でなんで今回煮干しがすごい良かったんですよ。その伊吹島の煮干しが量が解禁になって新しくいいの入ったんで、なんで今回はいりこが多くなってます。その日その日の最高の味を求めていくってこと？もうそうですね、まさしく。要はお客さんが例えば家族とか彼女を連れてくるわけですよ。なんでその人に恥かかせられないじゃないですか。なんでもう常にその日のベストを尽くしてますね。じゃないともう怖くて出せないですね。ちょっと細かくてクリーミーな泡なんですよ。これってそこまでに悪いアクでもなくて、取るんですけど、沸騰直前のアクは絶対に目を離さず取らないといけない。でもアクの出方が結構変わってくるんで、これがサバウルメムロ味ですね。あとメジカですね。でこの最初に出てくるアクはしっかり取ります。完全に味が抜けてますね。バッチリ。これ今サラサラしてるんですよ。
とろみないんですよ。これが煮干しのカルシウムと合わさるととろみがつくんですよ。なのでこれを入れた瞬間に結構変わりますよ。でそれを完全に冷やしてとろみを固めて取り除きます。このカタクチイワシが小さくていっぱい入るので塩分が濃くなるんですよね。塩を入れなくても塩分濃度が結構上がるんで、今日は塩を入れないでいきます。出汁のいい香りがするので、もう早くこの状態をやめたいんですよ。その香りが飛んでっちゃってるってことなんで、こうやった時に泡が残るんですよ。とろみがついてるんで、これが昆布のアルギン酸と煮干しのカルシウムが結合してこうなってます。さっきは一面にこれがふわーってなってて、今結構固まったんでもう取り除ける状態です。奥様が作られたわけですか？全部自分のものは自分でやってます。やっぱしっかり食べて元気な状態でもうマックスで接客をするっていうのは心がけてます。3人前、はい、それで1000円です。そうです。時間も日によって変わるんですね、じゃあ。そうですね。昨日が9分半だったんで、9分半で書いといたんですけど。そうだ、変わるかもしれない。めちゃめちゃ美味しいお米使ってるんですよ。こう産直で精米したてをもらってます。全部頼んで近くのお米とかも全部食べて、その中で一番美味しいのを選んでます。でこれがぶっかけの返しですね。であとはこれがかけの返しですね。薄口醤油の返しですね。冷やさないと色がやっぱ酸化してっちゃうんで、
もう光に当てるのもダメだし、温度上がってもダメですね。もう色が結構大事なんで。電気回しててすいませんでした。全然大丈夫です、それは。一時期お客さん全く来ないってお伺いしたんですけど。そうですね、もう給料が出ないぐらいの時もあって、わーどうしようって。かき揚げ入れました。舞茸は本当に天ぷらにした時にめちゃめちゃ美味しいので。身をふっくらさせて、で表面パリッとさせるために二度揚げしてるのと、卵は今これもう一回表面パリッと揚げると中がほんととろって出てきてすごい美味しいので、この2つはあえてやってます。じゃあ開けます。すみません、お待たせいたしました。最初の麺が1分です。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。あったかいかけでよろしいでしょうか。かしこまりました。ちくわ1本入れて。
からいきます。持ち帰り、その後ちくわ1玉束にお願いします。お待たせしました。お先おうどんから失礼いたします。あ、これお待たせしました。エビに卵をじゃあちくわ天お待たせいたしました。で、ミックスの後エビ天ぶっかけとしみそ。はい、お待たせいたしました。どうですお味？味はですね、最高以外の言葉が見当たりませんね。味がとにかく美味しいですね。以外ですね。エビ天ぶっかけも入れてください。こちら、かしわぶっかけとエビ天ぶっかけでございます。それに行きます。ありがとうございます。じゃあ、あとかしわとまいたけぶっかけ入れましょう。はい、ちくわ卵が2セットですね。お待たせいたしました。こちらまいたけぶっかけとかしわぶっかけでございます。入れてください。一つかませです。お待たせいたしました。ぶっかけうどんでございます。こちらもちくわぶっかけのぶっかけをお待たせしました。
ます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。お待ちの2名様、お待たせいたしました。こちらのお席どうぞ。目上がります。はーい。お待たせいたしました。ちくわ天ぶっかけとこちらセットのぶっかけうどんでございます。今3分半。ちくわぶっかけ2ついきます。味卵ご注文のお客様、はい、こちらおうどんと卵でございます。じゃあちくわ天ぶっかけお待たせしました。お待たせいたしました。大盛りミックスぶっかけ味卵でございます。私はもう2枚入れました。お待たせしました。かしわ天ぶっかけでございます。ぶっかけ3つ3取り上がります。お待たせいたしました。舞茸ぶっかけのお客様。舞茸天ぶっかけでございます。お待たせいたしました。ミックス大盛り、かしわ大盛り入れました。ありがとうございます。お待たせいたしました。大盛りミックスぶっかけでございます。大盛りのミックスぶっかけでございます。お待たせしました。こちらミックス天ぶっかけでございます。こちらもミックスぶっかけとかしわ天お待たせしました。真ん中に失礼します。チェーン店で食べる揚げ物とかって柔らかいんですけど、こっちカリカリなんで全然食感が違って面白い。はーい。お次お待ちのお客様、お先をお伺いします。ありがとうございます。どうかすいません。はーい。それいります。どうもありがとうございます。はい、ごちそうさま。3名様お待たせいたしました。じゃあこちら手前から3セットどうぞ。柏店のお客様。お待たせいたしました。かけしょうは温かいのでよろしいでしょうか。かしこまりました。ちくわにかしわ入れました。
じゃあ先ご案内で。お待たせいたしました。かけの小でございます。こちらが大盛りでございます。柏天ぶっかけお待たせしました。お待ちの2名様、お待たせいたしました。じゃあ手前側のお席どうぞ。どうもありがとうございます。ここで行きます。どうもありがとうございます。ちくわエビ1、2択様ですね。お待たせいたしました。エビ天ぶっかけのお客様、はい、おうどんから失礼いたします。じゃあお先ちくわぶっかけのぶっかけでございます。こちらちくわ天とエビ天お待たせいたしました。はい、かしこまりました。はい、ナス半取り1割ひやひやです。半取りナスご一緒です。お待たせいたしました。お先普通盛りのお客様、ひやひやでございます。じゃあもうお先小のひやひやお待たせしました。はい、柏ぶっかけ大盛り、ナスと味玉天です。お待たせしました。味玉子のお客様。お待たせしてすみません。大盛り柏とナス。ナスもよくそのタコみたいにちゃんと切れ込みを入れて揚げるやつあるじゃないですか。で僕どうしてもあれ脂っこくて好きじゃないんですよ。まあナスで一番油吸わないのってこう4等分にした時なんですよ。1本のナスをこう4等分にして食べると。でそうすると皮が残るんですよ。なので皮に切れ込み入れるんですけど、そうすると油を吸ってしまうと。だから皮だけに格子状に薄く切れ込みを入れるんですよ。でそうすると油も吸わなくて歯切れも良くなるっていうのが、僕の結論なんですけど、あんまやってるとこ見ないんですよ。見ないですね。柏ぶっかけ大盛り味玉子です。あとミックスとはい。はーい。目上がります。お待たせいたしました。こちらおうどんと味玉子でございます。こちらもぶっかけと卵お待たせしました。ました。
待たせいたしました。こちらが大盛りでございます。じゃあ柏ぶっかけお待たせしました。いらっしゃいませ。二択様です。はい。2名様、お先ご注文を。はーい。お待たせいたしました。特盛り柏ぶっかけでございます。特盛り柏ぶっかけでございます。喜作様です。ちょっと釜玉に合わせているので持ってきてください。お待たせしました。こちら釜玉でございます。だし醤油でお召し上がりください。お待ちの2名様、大変お待たせいたしました。じゃあ真ん中のお席どうぞ。じゃあ真ん中のお席どうぞ。はい、ありがとうございます。あと、柏特ちくわを2個です。はい。はい。大変お待たせしてすみません。こちらお先特盛りでございます。じゃあ大盛り大変お待たせいたしました。じゃあちょうどか。はい。よく来られるんですか？1ヶ月に1回くらいかな。近いんで、自分らそこの寮に住んでる。何部なんですか？柔道の。あ、そうなんですね。もう良さなんかあります？良さ全部よな。一番うまいです。この辺とか、もう作った中で一番うまい。ありがとうございます。この水ないです。お
お待たせいたしました。こちら柏天うどんでございます。いらっしゃいませ。はい、舞茸天卵の大盛りね。舞茸天そば大盛り卵の方。舞茸天卵のありがとうございます。次の冷やした肉そば大盛りの方、お待ちどおさまです。はい、毎度ありがとうございます。ありがとうございました。いや、今月はい、舞茸天。はい、はい、いらっしゃいませ。はい、お待ちどおさまです。はい、いらっしゃいませ。何でも
回しなんかできます。油をもらいます。お疲れ様です。たぬきそば大盛りです。すみません。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。はい。失礼です。大盛りです。こちらきつねそば大盛りです。お待ちどうさまです。はい、どうぞすいません、お待ちどうさまです。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。こちらたぬきそば大盛りです。お待ちどうさまです。はい、お待ちどうさまです。まいたけ、卵、そばです。いらっしゃい。はい。さっき天ぷら卵。
はい、いらっしゃい。コロッケそばはい、かしこまりました。で、お先、天ぷらそば、卵の方、お先どうぞ。お先コロッケそば卵です。こちらカレーうどんの方、お待ちのさまです。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いらっしゃい。そうです。じゃあ、舞茸そば、卵の方、お待ちどおさまです。ちょうどお待ちどおさまです。はい、いらっしゃい。これ、たぬきそば、大盛りです。はい、どうぞ。大盛りです。いらっしゃい。そば、卵ですね。お先天ぷらそばです。舞茸卵そばです。お待ちどおさまです。はい、どうもありがとうございます。お待ちどおさまです。ありがとうございます。こちら天ぷらそば卵です。はい、かしこまりました。舞茸卵。ありがとうございます。はい、どうぞ。舞茸そばですね。そして卵付きです。はい。お酒舞茸そば卵です。お待ちどおさまです。
いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。了解しますか。たまたま様です。はい、どうもいらっしゃいね。生茶様です。舞茸様です。はい、舞茸です。はい、どうもいらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。それでは舞茸天様の方、お先どうぞ。お待ちください。いらっしゃいませ。おはようございます。いらっしゃい。いらっしゃいませ。ヤシトニクそば大盛りです。いらっしゃい。ヤシトニク大盛りのお客様。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、五目そばの大盛りのお客様。はい、なぜごめんなさい。はい、どうぞ。はい、すみません。はい、ありがとうございます。ここでは釜だれそば大盛りの方。はい、舞茸ですね。はい、舞茸線のおそばのお客様、お待ちどうさまです。はい、ごめんなさい。
はい。いらっしゃいませ。食器お願いしますね。はい、舞茸天そばです。はい。はい、お後も舞茸天そば。はい、舞茸店のおそばのお客様、どうぞ。4つ出るんですね、全部ね。そうですね。卵入りが2つと。そうですね。はい、お後舞茸天。はい。よく来られるんですか。ここはね、もう一番はい、舞茸店のおそばのお客様。大盛りか。舞茸天卵。はい。すみません、花本です。外置いておきます。後で回収します。はい。すみません、持ち帰りたいんです。持ち帰り、はい、どうぞ。はい、舞茸天卵ね。はい、お願いします。はい、舞茸店卵のお客様、どうぞ。追加なんか出なかったですか。はい、気をつけてくださいね。はいはい、舞茸天卵。はい。はい、舞茸天卵。はい、舞茸店卵のお客様。はい、だからごめんなさい。はい、どうぞ。舞茸天卵の大盛り。はい、ありがとうございます。はい、舞茸天卵の大盛りね。舞茸天そば大盛り卵の方。はい、舞茸天卵の。ありがとうございます。いらっしゃい。いらっしゃいませ。はい、とろろそば舞茸天持ち帰り。いらっしゃいませ。こちらの食器お願いできますかね。はい、ありがとうございます。舞茸天卵いきます。はいはい。そば舞茸です。はい、舞茸天卵。はい。じゃあこちら舞茸そば卵の方、お手ごさまです。はい、天ぷらそばいきますね。はい、どうぞ。はい、天ぷらそば。はい、舞茸天ね。はい。じゃあ天ぷらそばの方、お手ごさまです。はい、あと舞茸天卵、舞茸天。いらっしゃいませ。いらっしゃい。はい、舞茸天そば。はい。はい、どうもお待ちどうさまです。舞茸そばです。はい、こちらの食器お願いしますね。いらっしゃい。いらっしゃいませ。舞茸天。あれ、いいんだ。はい、お待ちどうさまです。舞茸そばです。またお願いします。はい、出てください。いいよいいよ。お酒の冷やした肉そば大盛りの方。
はい、天ぷらの大盛り。はい。はい、こちらの商品お願いできますかね。こちらでお願いします。はい。はい、わかりました。はい。先天ぷらそばもお願いできますか。はい。次の冷やしたぬきそば大盛りの方、お待ちどおさまです。はい、天ぷらの大盛りいきますね。はい。はい、天ぷらそば大盛り。はい、天ぷらそば大盛りのお客様、お待ちどおさまです。冷やしたぬきそば。単品まいたけ天。はい。はい、天ぷら卵いきます。はい。はい、ありがとうございます。天ぷら卵。はい。はい、天ぷら卵のお客様、お待ちどおさま。はい、上戸たぬきいきますね。はい。冷やしたぬきそば、まいたけです。はい、お待ちどおさまです。はい、たぬきいきます。はい。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、まいた。はい、ありがとうございます。お待ちどおさまです。はい、どうぞ。はい、こちらの商品お願いできますか。ちくわ天にそば。はい、毎度ありがとうございます。はい、ちくわ天そばも。ありがとうございました。お待たせしました。ちくわ天そば大盛りです。ありがとうございます。ありがとうございます。またちくわ天そばです。お待ちどおさまです。はい、まいたけです。お願いします。お待たせいたしました。まいたけそばです。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、またお願いいたします。いらっしゃいませ。はい、わかめいきます。どうぞ。はい、お金いきます。ありがとうございます。はい、じゃあ、わかめそばの方どうぞ。はい、こちら食器お願いします。はい、まいたけ天そばいきます。はい。お待ちどおさまです。まいたけそばです。お待ちどおさまです。ちくわ天そばです。ありがとうございます。はい、まいたけそばいきますね。入れます。はい。はい、まいたけです。はい。お待ちどおさまです。まいたけそばの方どうぞ。ざるそばの方、お待ちどおさまです。はい、まいたけ天そば。はい。じゃあ次、まいたけ。はい、いらっしゃいませ。はい、お待ちどおさまです。はい、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。いらっしゃい。まいたけそば、やつたぬきですね。濡れちゃうんです。かけそばね。はいよ。はい、また冷やしたぬきそばです。こちらね。はい、行きます。はい。はいよ。はい。どうもすいません。はい、かけそば行きます。はい。
ます。